おかえりなさい、ゆうくん。最終演説、すごく良かったです。正直、期待していた以上よ。まあ、大島にしては、よくやった方なんじゃない？ねえ、大島のくせに。僕は、先輩ならきっとやってくれるって思ってましたよ。ゆうくんはできる子だからね。今日まで、本当にお疲れ様だったのです。今さらどうこう言っても仕方ないわ。これからのことは、またこれから考えましょう。そうね。まだ廃部になるって決まったわけじゃないんだし。そうですよね。さてと、これで隊長との協力関係も終わりだからね。後処理をしてくるわ。私も講演会の人たちのところに行ってくるわね。私はお手伝い終了の手続きをしてこないと。僕は忘れ物をしたので一度教室に戻りますね。私はあれよ、先生のお仕事。私たちは、とにかく適当にブラブラしてこよう。私も。それもありますが、それだけではないのです。もう、あんちゃんは怖くてマシンを作れなくなってしまったのです。実はついさっき、ゆうちゃんが帰ってくる前に、あんちゃんの発明で大々的に歓迎するつもりだったのです。ですが、それがまた何か悪用されるんじゃないかと思うと、ゆうちゃんに迷惑をかけてしまうかと思うと、怖くて何も作れなかったのです。のんちゃんがマシンを作ると、またゆうちゃんが辛い目に遭うかもしれません。マシーンの作れないのんちゃんは、賞味期限の過ぎたネロネロと同じなのです。誰も必要としていません。どうしてこんなことが言えるのですか？
ですか？そんなことを、東雲さんが。ゆうちゃん。もちろん、そんなの全部、のんちゃんにお任せなのです。ですね。選挙、終わりましたね。のんちゃんは、ゆうちゃんに伝えないといけないことがあるのですよ。はいなのです。告白の返事が、まだでしたよね。これが、のんちゃんの答えなのです。今こそ改革の時です。私が当選した暁には。後で知ったのですが、財務部の一部が早々に例のマシーンの調査を行っていたようです。それと治安部も独自に動いていたようです。でもあのマシーンには問題になるような機能は何も見つかりませんでした。だからゆうちゃんの出馬は取り消しにならなかった。それだけではありませんが、おおむねその通りです。これは私の推測ですが、人を集めすぎた結果なのかもしれませんね。どういう意味でしょうか。大島君の演説がどれほど素晴らしいものであったとしても、主義主張が合わなければ反論が出るのが道理です。普段はそういった演説の場に遭遇しても聞き流すか通り過ぎるものなのですが、
おそらくこの一件は装置ではなく人の心の問題だったというわけです。そもそも機械には問題がなかったということですね。だったのですか。それ以前に気づくべきでした。みんなそれぞれの考えがあるのですよね。のんちゃんはバカです。ただ人を集めてゆうちゃんの意見を聞いてもらえればと。これで不快になる人もいたのです。考え方の違う人たちに迷惑をかけてしまいました。枝川さん、前にも伝えてもらったと思いますが。分かっています。でも作る方もちゃんと考えるべきなのです。とにかく話は以上です。お時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。いえ、ありがとうございました。大島副会長、大島副会長、大島副会長ってば、聞こえてるなら返事してくださいよ。やっぱり聞こえてるんじゃないですか。助けてくださいよ。任せるって、東雲会長を僕らがどうこうできるわけないじゃないですか。そんな。もう遅いのですよ。まあ、のんちゃんは海より心が広いので許してあげますが。それは大丈夫なのですか？ゆうちゃん副会長？それはそれ、これはこれなのです。ゆうちゃんと一緒にいることが最優先ですから。それはですね。じゃ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 ーん。正真正銘、のんちゃんお手製のハイサイ弁当なのです。
妻ではないのですが。実はちょっと失敗してしまいました。マシーンと違ってなかなかうまくいかないのですが。本当ですか？そう言ってもらえると作った甲斐があるのですよ。ゆうちゃん？このおかず、実は自信作なのです。せっかくなので、はい、どうぞ。おいしいですか？やはり喜んでもらえると嬉しいですね。じゃあ、次は何を食べますか？嫌なら別にいいのですが。おいしいですか？何度でも聞きたいのです。